こんにちは。今回は2024年の当チャンネルについて動画やチャンネルアナリティクスとともに振り返ります。我々は普段、モンスターハンター 4G という10年前のゲームを実況しているよ。今回は、ゲーム画面や映像は特に出ないからご了承いただきたい。ラジオ感覚で聞いていただければと思います。10年前のゲーム1本で実況を始めた人間が、どんなこと考えたりしてるのかを話すよ。では、まず、チャンネル全体の成果について、サマリーからいきましょう。サマリーは、動画作成時点の12月25日現在において取得できる範囲でのデータだよ。概説が10月22日なので、だいたい2ヶ月くらいのデータになります。動画本数はちょうど30本、登録者は681人だったね。1動画あたりの平均再生数は2759回となっています。それから、これは投稿でもお知らせしたけど、12月20日には収益化が通ったよ。12月17日の夜に申請したので、2日半くらいで通りましたね。収益化といっても、みんなが想像するような広告収益はまだつけられないよ。収益化には数字を達成した上で、YouTube に承認してもらう必要がありますが、広告収益に到達するまでに、数字面の第一段階と、承認だけ完了したような形になります。この結果だけど、YouTube 全体で見れば、相当順調な立ち上がりだったと思うよ。普段見ている側からだと680人って少なく見えますが、これでも上位 30% くらいには位置しています。登録者1000人以上が 15% しかいないんだって。そう考えると収益化ってだいぶ狭きもんだよね。それでは、ここからは動画とともに振り返っていきたいと思います。ポイントとなる動画についてかいつまんでいくよ。まずは記念すべき1本目の動画、4G ギルクエソロの旅パート1だね。ジンオウがラージャンの攻略でしたね。ドキドキしながら投稿したのを覚えています。投稿1本目だったから制作にも慣れてなくて、今見ると直したいところがたくさんあるね。録画をミスってたり、お色の調整もできてなかったり、BGM がでかかったりしてますね。それでも、投稿1本目から割と数字は上がってたね。10日で100再生いきたいくらいに思ってたけど、早速登録がついてくれたの嬉しかったですね。伸びなくても一定期間は続けようと思ってたけど、1週間経って数回再生とかだったら、正直モチベーションは今ほど高くなかっただろうね。数字は嘘つかないですからね。再生されないのは絶対に理由があります。お次は、完全ソロで初めから攻略するシリーズパート1だね。概説から3週間くらい経って投稿を始めたやつですね。YouTube で最も大事で難しいのって投稿を継続していくことなんだけど、ギルクエシリーズだけで継続するの結構きついなと思ってたんだよね。ギルクエは10本までしかストックできない上に、新たに入手するのも運が絡みますしね。そこで思いついたのがこれだね。これなら一定回数投稿が続けられるし、たびたび旧作をプレイし直す遊び方をしてたから、それも活かせそうだったんだよね。これに関しては、再生数の伸びはいまいちな一方、登録率は良かったですね。かくして、2シリーズを主軸としてチャンネルを展開していくこととなったよ。これは概ねの傾向ではありますが、ギルクエシリーズは見られやすく登録されづらい。1からシリーズは見られづらいけど登録されやすいという違いが出ています。どちらかといえば、ギルクエシリーズは幅広い人に届いてて、1から攻略シリーズは熱量高い一部の 4G 好きに刺さっている感じかな。こうして見ると、割といい感じに住み分けができていると言えます。さて、少し遡って、実は最新作のモンハンワイルズ動画も1本出してるよ。11月1日は PC 版のオープンベータ初日でした。この日は金曜日だったから、最速で出せば伸びるかもと思ったんだけど、結果はご覧のありさま。全然再生されず、なんと登録者マイナスだよ。過度に期待していたわけでもないですけど、こうも 4G と差があるのかと驚きましたね。この時点では、ギルクエソロの旅のパート1が590回再生されてたから、少なくとも500くらいはいくと思ったんだけど、全く甘くなかったね。敗因としてはいくつか考えられます。まずそもそも、オープンベータの最速はここではなかったことです。PC に先行して PS5 は10月末からできたんだよね。それでも PC 版初日ならと期待したわけだが。あと、こっちの方が大きいと思いますが、単純な最速攻略は無名チャンネルに向かないということです。
これは考えてみれば当たり前だよな。私も新作動画見るとなったら20万人の人気チャンネル行くし。しかし、この動画は数字こそ悪いですが、我々にとっては非常に重要な教材となりました。これで 4G 動画に注力する決心がついたね。視聴者の求めていることが一つはっきりした。その証拠に、この翌日に上げた 4G の動画は3日で500再生を突破した。ワイルズ動画を投稿するとしたら、スピードでなく企画で勝負する必要がありますね。さて、そんな 4G に注力すると決めた我々だけど、ある時、データの不正を疑うコメントがついたよ。入手確率の低い強力な武器ばかり持っているため、改造じゃねえのかと、つまりそういうことです。このコメントには驚いたね。そんな疑問持たれるのかって。同時に、これは早めに説明せねばならないと思いました。幸い、正規データだと証明する写真は撮ってました。そこで思い立ったが吉日、朝に動画作ってその日にあげようと思いました。本当にデータを説明する目的しかなかったから、突貫工事で作って公開したよ。そういう経緯なので、再生数とかは全く期待していなかったのですが、なんとびっくり、過去最高の初動になったよ。それまで投稿1時間後の再生数は多くて80回くらいだったのですが、この動画は128回でした。こう言っちゃなんだけど、この動画って半ばやけくそで作ったから、動画の見やすさとかサムネとか、かなり適当なんだよね。この動画によって装備紹介に対する需要を認識するに至りました。これは後々の成長につながるかなり重要な気づきでした。そんでもって YouTube の奥深さも学んだよね。制作の工数普段の3分の1くらいだからさ。何にせよ身の潔白も証明できたし、動画自体も成績良かったので、これは作って大正解の動画でしたね。さて、じゃあ最後はこの動画に触れて振り返りは締めようか。12月15日、ゴール級武器35本をランキング形式で紹介を投稿しました。これを投稿した時は登録者が457人だったね。一応拡大は続けていたんだけど、どの動画も同じようなパフォーマンスでチャンネル全体に停滞感が漂っていました。そこで起爆剤となる強い一本を投下したいと思い制作しましたね。一つ前の紹介動画で話した通りで、装備紹介に強い需要があるのは分かっていたんだよね。だから企画はおのずと決まったんだ。ただ発掘装備の入手はランダムですし、そうそういいものは入手できません。これを題材にする以上、作れたとしても半年か1年に一度になります。そういうわけで、この動画は我々が持てる全てを結集して作ったよ。スライドも用意して、フォントの吟味や画面構成なども試行錯誤しました。正直、これがこけたら、チャンネルの未来がかなり危うくなると思ってた。最低でも5000回再生は取りたいと思ってました。そして、投稿してみての反応は、結果は大成功。通常の10倍以上再生されて予想以上の伸びとなったよ。あれよあれよと伸び続け、1週間ちょっとで2万回を突破してしまいました。これには、手厳しいことで有名なアルゴリズムくんもにっこり。YouTube のトップに表示されまくったよ。この動画の恩恵は、チャンネル全体にも波及しました。新規の視聴者をめちゃくちゃ呼び込んでくれて、他の動画の再生数も底上げされたよ。1日の再生数が2倍になった動画もあります。さすがに勢いは落ち着いてきたけど、登録者も1週間ちょいで200人くらい増えたから、今後の投稿に対してのベースアップが期待できるね。YouTube パートナープログラムに申請できたのも、これでブーストできたところが大きいです。魂の一本でしたが、無事結果が出てほっとしました。今後の単発動画の参考にもなったしね。ゴール級がたくさん集まったら来年も出せるかな。我々の引き次第ですね。ギルクへ頑張りましょう。じゃあまとめに入っていこう。YouTube やっててよかったなってとこね。これはもうシンプルで、見てくれる方がいる事実が無限に嬉しいです。高評価やコメントもめちゃくちゃ嬉しいよ。ネタでも何でも、反応あることが何よりの喜びだね。そして、チャンネルを一から作り上げていくことの難しさと、同時に達成感が感じられることですね。チャンネルって生き物みたいだよ。食べ物を与えないとちゃんと痩せ細ってくの。全体としては、楽しく運営できてます。本当にありがたいことです。それじゃ最後に、
今後の運営方針についてだよ。まずは、モンハン 4G に集中するよ。視聴者の大部分は 4G 好きな人だからね。シリーズものを継続しつつ、たまに単発動画を出す予定でいます。一方で、4G 以外に着手することも、いずれ必要になると思っているよ。一応モンハン系であれば、どれもそれなりに、語ったりプレイしたりできます。が、ワイルズでこけた前例があるので、ここはかなり慎重になってます。まあ、焦らずやっていこう。ワイルズは、まず1プレイヤーとして楽しみだしな。改めてですが、2024年に見てくださったすべての方に最大限の感謝をお伝えしたいです。このチャンネルを見つけてくれてありがとう。来年もよろしくお願いします。ちなみに、年内最後の投稿は大晦日になります。いつもより早い時間に出します。少し早いですが、良いお年をお迎えください。ほいじゃ、次の動画で。またね。